こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はまなみさんとりくさんとさやさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回3名いらっしゃるということで、じゃあそれぞれまなみさんからじゃあ自己紹介をちょっとしていただければなと思います。はい、まなみと申します。今仕事はフリーランスで、ファッション領域をメインにビジュアルの制作だったりディレクションのお仕事をしていて、あとはフォーガという服のブランドの接待をしています。ブランディングだったりとかビジュアルディレクションだったりとかのお仕事をしています。はい、じゃありくさん。はい、リクと申します。お願いします。僕はファッションスクールを出た後から社会人になって、今クリエイティブスタジオのリングっていうところでプランニングの仕事とデザインの仕事をやってます。リングではそのジェンダーイシューに特化したクリエイティブを作るみたいなことをずっとやってて、男女二元論とかにとらわれない表現とか、さまざまラベルにとらわれない表現っていうのを作っていくっていうのを掲げて普段活動してます。よろしくお願いします。さやさん。さやと申します。よろしくお願いします。今は都内のショッププロデュースをメインとする事務所で働いてます。物を集めるのが好きです。はい。というわけで、今回3名ということでシェアハウスですよね。どんぐらい大きさというか広さあるんですか？間取りは 3LDK で、だいたい大きさは100平米ぐらいありますね。それぞれリビングと自室とか何畳ずつぐらい？リビング、自室はみんな均等に8畳ずつあって、はい、リビングは何畳でしょうか？20ありそうですね。20あるか、20ぐらいあるかもですね。今回かなり広いお家、シェアハウスということで3名の方のお部屋紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずこちらが1階のリビングダイニングみたいな感じですかね。ということでちょっとお伺いしていきたいなと思います。まずはキッチンなんですけど、アイランドキッチンということで、ここは普段どのような感じで使われていることが多いですか？ご飯作って本当リビングのど真ん中にあるからここで喋るとか、あっちにプロジェクターがあるんですけど、映画見ながらご飯作ったりとか、誰かがここで作業しながらこっち側で誰かがご飯作っててみたいな感じとか。そうですね。こちらがカウンターになってますもんね。そうですね。それめっちゃいいよね。わかりました。じゃあこのまんまリビングスペースの方に移動してお伺いをしていきたいなと思います。まずじゃあこちら目の前にあるダイニングテーブルからお伺いをしたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか？テーブルはイサム・ノグチのレプリカなんですけど、はい、オークションとかで落札してめっちゃ安く買って手持ちで運んで。手持ちで運んで。めっちゃ大変です。へー。まるでこのサイズのって結構見つけるの難しいですよね。あとは椅子が3脚あると思うんですけど、それぞれお話を聞きたいんですけど。これ青いのだけ僕の椅子で、韓国の多分家具かな、で楽天かなんかで2万円くらいで買った気がします。あと2脚。これはテーブルの足に合わせてビームズチェア、これもレプリカなんですけどだいぶ安めに楽天で買いました。これは先輩からおすすめされた A チェアっていう椅子で、この工業感というかステンレス感がすごいちょっとアクセントになるかなと思って買いました。初めて A チェア聞きました。これも確かレプリカです。そうなんです。全部偽物。そこはちょっとコスト重視でね。そしたらじゃあそのままちょっと奥の方に移動していただきたいんですけど、奥のスペース DJ ブースというか、あとはなんかゲームボードとかがボードゲームが置いてあったりするっていう感じですかね。そうですね。 DJ とか漫画とかスピーカーなどなんか遊ぶものが結構置いてますね。目の前のじゃあスツールからこれですね。これはどちらで買ったのは楽天なんですけど、プリンスアハみたいな感じのアイテム名で、なんか空張り結構豊富なスツールで、植物とか置くのに結構いい感じで、植物増えたタイミングでリビングにももう一個買ってみようかなって感じで買いました。あとは上にスピーカーが2つ、これですね。ピンクのと、あると思うんですけどこれも超お気に入りでマジおすすめなんですけど、アルティメイトイヤーズのブームっていうスピーカーで、
150台ペアリングできるなんか最強のアイテムなんですけどまず山とかにも持っていけるし、まあ、防水も完璧だからお風呂場でも使えるみたいな感じで映画とか見るときにめっちゃステレオにできるからどんどん増やしていって今最終的に部屋にもあるの含めて4個はい持ってますね、最終的に何台まで集めるいやマックスの150を出してますじゃあこうライブ会場ぐらいの音響設備開くみたいなそう行こうかなって感じですかね。はいはいはい、あと後ろにグラフィックというか、これは最近悲しいことにウクライナの戦争の話があって小野洋子がこのアートを出してアートのサイトで売ってたんですけど、まあ、大体60ユーロとかで買ったら全額ウクライナに寄付されますよっていうので何かしら自分もしないとなと思って最近これを買って支援ってほどでもないけどする意味でもこれを買いました、皆さんもぜひこういうアートを通じてやってください。そうですね。ありがとうございます。そしたらじゃあこのまんまこのお隣のスペースに移動をしていただきたいなと思います。こちらはまあお部屋の中でもまあ割とメインというかこう物もねいろいろ大きいものがあったりすると思うんですけど、まずじゃあ手前側にあるヨギボー、ヨギボはい、ヨギボーとか割とインテリアとして置くの難しいところはあると思うんですけど、これを買うにあたってこだわったポイントじゃないですけど、そういったところ何かありますか？カラーとかはすごいみんなでこう何色がいいか聞いて、なんか最初オレンジにしようかとかこの部屋には色が必要だとかいろいろ話したんですけどでも結局やっぱなんか意味が落ち着く場所がいいよねっていう感じで、あと床が結構モルタルで特徴的なのでそことこう馴染むかみたいな感じで、ちょっとこのグレージュっぽい色とこのなんかエンドマンみたいな色のヨギボーを2個セットで一気にドンと買いました。これってヨギボーそれぞれおいくらぐらいするんですか？結構サイズも大きいと思うんですけど。これ大きいのが確か2万くらい。もっとしたですね。嘘、そんなしたっ3万くらいです。そんなしたっけ？いや、3万くらいした気がする。け？これは1万2000円ぐらいでしたね。これ多分3万ぐらいかな。いい値段。結構高いですね。ソファーを置くよりこうヨギボーとかでちょっと、まあ、ここで映画とか見たりダラダラする感じにしたかったので、まあ、一番究極のダラダラアイテムとしてヨギボーを選んだって感じです。はいはいはい。たまにここでなんかパソコン持ちながらヨギボーで作業しててそのまま寝てるみたいな。あ、そうです。ありがとうございます。そしたらじゃあ上に飾ってある CD ジャケットですかね。CD ですね。はい。これは広瀬香美の CD をメルカリで一式まるっと買ったんですけど、シェアハウスに来た時になんか知らないけど広瀬香美が家でブームになってノリで揃えてみようかなと思って揃えてちょうどいい飾る場所があったんでここに飾ってる感じですね。トレンドになったんですね、この家で。一回トレンドになってちょっと定着はしてないって感じ。そうなんだ。9枚？もっと10枚10枚か。あ、じゃあ12枚か。じゃあ結構その時期はたくさん聞いてらっしゃるんです。まあでもこれで聞いたことは一回もなくて結局スポーツマイでそうなんですね。聞いてるんですけどせっかくだし揃えたいなと思って。はいはいはい。わかりました。ありがとうございます。そのまんまちょっと後ろのポスター系ですかね。アート作品とかいろいろあると思うんですけど、一番右にある作品のちょっとお話をお伺いしたいんですが、これはどういった経緯で？はい、結構お気に入りなんですけど、最近よくこのメルカリに美術品っていうカテゴリーがあるんですけど、本当趣味で描いたのを老若男女いろんな人が売ってて自由でなんか上手い下手とかあんま関係なくもう本当に何か描いてみたものとかを出品してる人が多くて、しかもなんか3000円ぐらいでアートとか売ってて、それを見つけてめっちゃテンション上がって結構定期的にそのカテゴリーを見て面白いなと思ったのを集めてて、これがその1個で、裏側これチェックの布に書いてて、これをこうボードに貼り付けて上からインクをのせてるみたいな書き方で、なんか面白い自由だなと思って楽しいですね。確かに部屋にこう普通に置いてても遜色ないというか、そうなんですよ。メルカリで買ったっていうのは分からない。アートは今メルカリで買うのが一番熱いです。本当ですか？じゃあぜひ見てる皆さん、アートが買いたくなったらメルカリでじゃあ買ってみてください。あと目の前に本もたくさん置いてらっしゃると思うんですけど、やっぱ主にアートブックというかそういうものが多いですか？みんなのお気に入りの本とかをここに置いてますね。じゃあここでちょっと最近ハマってるアートブックだったり購入したものだったりピックアップして紹介していただければなと思うんですけど、何かあったりしますか？これまなみちゃんの本多いからまなみちゃんの本で最近私が買ったのはエブリン・バルムっていうオーストリアのなんか芸術家の現代アート
いな人間っていうものをすごい人間としてこう捉えずにいろんな個の個体としてこう捉えてみたいな、私は結構なんかビジュアル作ったりするお仕事が多いのでそういうのすごいよく見てるんですけど、特に最近好きなアーティストのコンテンツはいはいはいとかを置いたりしてます。じゃあ結構やっぱ皆さんお仕事関連というか、まあそういったものを読むことが多いですか？なんかつながるよう確かに多いですそうだよね。確かにみんななんだかんだ結構共通の分野っぽいところもあったりすはいるので、その方面白そうみたいな貸してよっていうのが問いの中であったりとかな。して、だからこんななんか共通ライブラリーを作ってみたりはいはいはいしました。なるほどね、ありがとうございます。そしたらじゃあそのまま後ろにあるプロジェクターですかね、先ほどから投影されてるので、気になる方がいらっしゃると思って紹介していただきたいんですけど、これはどこのプロジェクターですか？これはなんか X ジミーみたいな、なんか中国のブランドなんですけどジミーって読むのかな、多分前までなんか9000円ぐらいで買ったしょぼいプロジェクターを持ってたんですけど、なんかちょっとそろそろレベルアップしてもいいかなと思って買って12万ぐらいしたかな。本当に明るさもめっちゃいいし、画質ももちろんめちゃくちゃ解像度も高いんで、なんか昼でも全然見れるみたいな感じでめちゃくちゃ使ってますね。最高ですね。最高。いや本当にこれが来てから生活のクオリティ上がったな上がった。まあでもそれぐらい皆さん結構映画もじゃあよく見られるんめっですちゃ見ますね。急に夜中に見始めた。そうだね。今からちなみになんか最近見た映画とかそういったもので良かったものありますか？なんか見たよね。始まりの歌、あ、始まりの歌見ましたね最近。始まりの歌。始まりの歌ってあれ、まなみちゃん激推しの好きな。激推しなんですか？私激推しの映画でずっとなんか見てなかったからこれは見た方がいいみたいな話を見たらねもう反強制的に見て面白かった。あ、面白かった。うんはいはい、素朴な疑問なんですけど、共用部分のこういうプロジェクターとかは、皆さんで一緒にお金出し合って買うんですか？あ、これはもう最初に決めてて、基本誰かが欲しいものを買うって感じにしてて、はいはい、その共有で出すと、僕ら友達同士でその家計をシェアしてるわけじゃないんで、はいはい、ここの家いつか出るときにこれ誰が持ってくるみたいな、こう揉めるのがすごい面倒くさいんで、最終的に出るときにこれは売ってもいいよねっていうヨギボーとかみんなでシェアして、プロジェクターはこれ僕が欲しいから僕が全部出して買ってっていう。でも部屋で見るよりリビングで見た方が大きく見れるからここに置きますみたいな。なるほどね。なんかいつか出ることを見据えて全部物は揃えてます。そうですね。大きい出費だったというかあれなんですね。これはでも本当個人的な趣味なんで全然。その恩恵にめっちゃそうだったんですね。やったみたいな。やっぱ高いプロジェクターと安いプロジェクターと比べてもう全然やっぱ違います？いやもう全然違いますね。違うんだ。じゃあ映画好きはもうできればいい。10万以上の買った方が僕はそうなんだ。いいと。僕もうほぼ全部のプロジェクター見てこれ選んだ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、ここからは3名の方の自室を紹介させていただくということで、まずさやさんの自室からちょっと紹介させていただきたいなと思います。じゃあ失礼します。まずじゃあこちらの棚からちょっといこうかな。こちらの棚なんですけど、どういったものを収納されてる？これは好きな本とかいろんなところで買った雑貨とかアクセサリーとかもう好きなものをわーって置いてるおもちゃ箱的な感覚で、置いてます。お部屋全体的に何か言うとやっぱりこういう雑貨だったりとか、そういったものが多いですか？雑貨が一番多いですね。自分の中で感覚的にこうカテゴライズじゃないですけど、なんか配置のこだわりとか、なんかそういうものってあったりしますか？好きになるものがあんまりカテゴライズされてなくて、例えばこれ古いおじいちゃんのセンスとかなんですけど、おじいちゃんの家から出てきたセンスとかを置いたり、富士山の空き瓶が急にあったりとか、なんかここもキーホルダー取れちゃったやつとか、知らない人が作ったフィギュアとかっていうのをなんか一緒に置いてみたらなんか話が生まれそうみたいなそういう感じでなんとなく置いてます。だからあんまりカテゴライズっていうのは、本はこことかアートブックはこことかはあるんですけど、物の置き方はあんまりそんな感じで緩やかに置いてます。この棚でお気に入りのものみたいな、そういったものは何かあったりしますか？割と最近買ったキンタっていうお化けのおもちゃなんですけどこれなんか赤ちゃんが泣いちゃうぐらい怖いらしいんですけど、なんか熊本の伝統工芸品でこれ作れる人がもう全然いないっていう感じで、結構レアものです、っていう感じです。
右の方にそのフライヤーでしたっけ、集めてらっしゃるということで。そうです。学生の頃から美大だったんですけど、なんか好きなグラフィックとかチラシとか、この絵的にめっちゃ素敵みたいな、これ好きですね、ポール・コックスさんっていうデザイナーなんですけどとか、フライヤーをバーって集めてるのこの棚で、紙物で一枚絵になってるのが好きなので、なんかそういうのを集めてここに入れてます。もう累計何年間ぐらい集めて、何年間だろう。どれぐらい溜まってるんですか今？でも数百枚とか、もう結構学生の時からですよね。時からだから10結構じゃあ10年下手したら数千枚いってそうですね。かもしれないですね。捨てたのとかも含めると、良かった展示とかあったりしますか？でも思い出に残ってるものとか。やっぱ今のフライヤーので、その大きいバージョンなんですけど、これが大きいのも買われたんですね。これはなんか展示行った時に欲しすぎてなんか言ってもらったんですけど、もらえたんですか？これ買ったのかな、もらったのかな、忘れましたけど、さっきのポール・コックスっていうなんか割ともう年齢的には上の男性のデザイナーさんなんですけど、すごい緩やかなグラフィックで、あと遊び心もあって、そのなんか考え方とかグラフィック表現がすごい好きです。なるほどね。好きです。空間使ったインスタレーションの展示でめちゃくちゃ良かったです。そうなんだ。ありがとうございます。そしたらじゃあこのまんまちょっと向かい側の方に移動をさせていただきます。こちらはどういったものを置いているようなスペースになりますか？ここは窓際なんで日が入るので、あとすごい透明なものが好きで、ここの一角だけはちょっと透明のもので統一しようと思って置いてます。なんかこの辺でお気に入りのものというか、そういったものをご紹介していただければなと思うんですけど。最近というか2ヶ月前ぐらいに初めてちゃんとした作品、アート作品を買ったんですけど、これがその作品で、佐賀県の直手すき和紙っていう、伝統的にもう300年ぐらい続く企業があって、でそこが作ってるものなんですけど、昔の茶室に置く通り抜け禁止の石っていうのがあって、でそれをモチーフにして石の部分を和紙で作ってるんですね。っていうのを、佐賀県のお仕事をすごいいっぱいしてる先輩がいて、その方と一緒にこのやってる展示を見に行って初めてアート作品を買いました。なるほどね。結構後ろにもアート作品なんかありますもんね。そうですね。これとかも同じ直手すき和紙さんの作ったマスクで、これはなんか会社の代表からもらったんです。お土産でもらったんですけど。そうなんですね。佐賀土産で。お茶が佐賀有名なんですけど、そのお茶農園さんと一緒にこのマスクの中に引く紙を手すきで作って、取り替え可能ないい香りのする和紙のマスクっていうのを作ったみたいですね。すごいデザイン的にも素敵で、ずっと使えずに貼ってます。そうですね。壁にもったいないですよね。もったいなすぎてでもちょっと今年中には使おうかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらこちら手前側に置いてある、これは何ですか？これはライトですね。ジャックライトっていう、これも結構すごい歴史がある古いデザインのものなんですけど、なんか前一緒に住んでた人がわーって見つけて一目惚れして買ったんですけど、アウト・オブ・ミュージアムっていうすごい面白いお店があって、そこで見つけて買いました。で手持ちで帰ってきました。郵送ができないので。そうだったんですね。そうなんです。これつけるとどういう感じになるんですか？これはつけるとなんか結構黄色めの光になって、でこれ蓄光なんですね。そうなんだ。そうこれを最後寝る前につけてて、ベッドサイドランプとして、最後こう消すと、今ちょっと見えないんですけど、暗闇で蓄光がファンって光って、そうなんですね。弱い光がめっちゃお気に入り、幻想的な毎日幻想的になりながら寝てます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてまなみさんの自室ということで紹介をしていただきたいなと思います。まずこちらのお部屋、なんか全体的なコンセプトというか、どういったものが集まったお部屋なのかちょっと教えていただいてもよろしいですか？もう自分の好きなものを集めたギャラリーみたいな感じにしていて、いつも自分が帰っていく時とかに目に入ってくるものがもう好きなものになってるようになってるんですけど、結構いろんなアート展とかギャラリーに行ったりするので、そういうところのフライヤーだったりとかアートブックとか映画のポスターとかをすごい集めて貼ったりとかしてます。じゃあちょっと早速中に入って少し紹介をしていただきたいんですけど、じゃあ洋服のちょっとお話を今回は
お伺いしていこうかなと思います。はい。もともとファッション領域の、お仕事をされてるということで、もちろんご自身の洋服だったりもこだわりはすごいあると思うんですけどご自身が着用されるというところで、はいはい、なんかこだわりはありますか？はい、すごい毎日朝今日自分がどんな気分か自分と会話するって言い方も変なんですけどしていて、日によってとにかく着る服のテンションが全然違うっていうのがまず1個こだわりで、すごいモードに着たい日もあればデニム履きたい時もあるしみたいな感じで、会う日によって全然違う人にこう見られるみたいな感じのところが服を選ぶポイントみたいなで、なんかでも着るので多い服は結構今ブランドを手伝っていて、ホーガーっていうブランドやってるんですけど、そこの服とかをよく着ることが多いです。割とこう色もいろんなものがあったりとか、色着ることが多いです。なんかやっぱ色着るとすごいテンション上がったりとかするので、めちゃめちゃ色が多いかもです。なんかめっちゃテンション高い人がもう本当に超色みたいなめちゃくちゃ色みたいな着る時もあるし、もう黒っぽい服着ることもある。なんかこれとか紹介してるのかな。これすごい好きなブランドで、なんかイタリアのリベッタっていうシャツのブランドなんですけど、なんかこう人の顔の形みたいな感じのデザインになっていて、襟とかもこうちょっと変なデザインになったりとかしてすごい可愛いんですけど、こういう服着たりとか本当にいろいろ着たりしてます。まなみさんのお気に入りの洋服だったり最近暑い何かものがあればちょっと 2,3 点、そしたらそのままピックアップしていただきたいんどうしようかな。最近お気に入りの服も圧倒的これなんですけど、ちらっと話した今一緒にやってるホーガーっていうブランドなんですけど、ちょうど去年の22年の SS のコレクションから東京コレクションに出していて、本当にデザイナーと私ともう一人と、本当に少人数でやってるブランドなんですけど、ブランドのコンセプトがアンバースデーパーティードレスっていうテーマでやっていて、別に誕生日でも何でもない日でも自分の好きなもの着ていいよねっていうところでやっていて、服の着方とか全く決まってないんですよ。これとかも正直どっからどう着るのみたいな感じの服だと思うんですけど、こう例えばデニムの上とかにこうやって合わせて着ることもできるし、こう上側にケースみたいな感じでこう着たりとか、手を通して使えたりとか、いろんなところに穴があるので、本当着方が決まってないみたいな服なんですけど、そういうところがやっぱり面白いなと思っていて、日によって全然自分の感情とか感覚も違う人はきっと多いだろうなと思っているので、その毎日毎日の自分の心地いいなと思う感覚のまま着れるみたいなところがすごい面白いブランドなので、ちょっとまた次は9月の頭に、来年23年の SS のコレクションのショーをやる予定なんですけど、頑張りたいなと思ってるところで、ぜひぜひ、また教えてください。そのタイミングで結構特定のブランド買うっていうよりかは割といろんなブランド結構幅広く着ます。ブランドも着るし、あと古着とかもすごい着るので、これとかも友人が学芸大学かなでやってるヴィンテージブランドで、シルクなんですけど色がすごい綺麗で、夏のめっちゃテンション上げたい時とかはすごいこういう明るい色着たりとか、ヴィンテージも着るし、堺とかもすごい好きだから堺の動物とかも全然着るしみたいな感じですごいいろんな服を着たりしてます。じゃあもう洋服がとにかくお好きというか何でも挑戦してって感じなんですね。何でももう着たいっていう感じでやってます。ありがとうございます。そしたらじゃあお隣にアートブックとかがねまたあると思うんですけど、この辺りも洋服にまつわるようなそういったものとかにもなってたりするんですか？そうですね、結構ビジュアルのディレクションとか仕事でしたりすることが多いので、結構グラフィックの雑誌とかシュルレアリスムくらいの文化がすごい好きで、世の中的な当たり前の感覚とか感情捉え方みたいなものを当たり前としないみたいなところがすごい好きなので、この写真もマンレイっていう人の写真なんですけど、展示した時に好きで買って帰ってきちゃったんですけど、これはトム・フィスターっていうスイスのグラフィックデザイナーの本で、奇抜な感じの普通の感覚とは離れたような感覚の作品とかすごく多くて、こういう普通じゃない感覚みたいな、自分の中にしかない感覚とか感情を日頃大切にしていたいなって思ったりしてよく見たり、仕事のために見たりもしてます。ありがとうございます。
はい、続いてじゃあリクさんの自室ということで紹介をしていただきたいんですけど、コンセプトじゃないですけど、どういったことをするお部屋なのか、そういったところ軽くちょっとお話をお伺いできればなと思います。はい、基本仕事をするのと、学生の時から服作ってたので服作るスペースと、あと寝るみたいな結構そのワンルームっぽい暮らし方をする場所として使ってて、もうパッと見で分かると思うけど結構赤色がメインカラーとして、差し色以上のもうだいぶ赤ばっかりなんですけど、それとなんか家具の素材とかはこういうステンレスのものとかを結構中心に揃えてます。じゃあちょっと細かいところ順番にお伺いしていきたいんですけど、まずこちらの壁側にポスターがねいろいろあると思うんですけど、この辺はどういったカテゴリーのデザインのポスターを飾ってるんですか？なんか居酒屋とかにあるこのアサヒビールの古い広告が結構好きで、なんかメルカリで買ったりして集めてるものが多いですね。アサヒビール以外もちょっとこう古いポスターとかタペストリーとかをちょこちょこ買って飾ってるみたいな感じですね。こういうアサヒビールとかの結構古いもののポスターってどんぐらいの値段感で買えるもんなんですか？いやめっちゃピンキリで、でもなんかこれは確かレプリカっていうかなんかすり直したものなんで言うて1000円ぐらいとかで、本物とかになると3万ぐらいするものも買ったことありますね。でもなんかもうボロッボロなんでレプリカの方が個人的には逆にね、使いやすいかなっていう。そしたらじゃあそのまま今度向かい側、こちら普段お仕事されるPC スペースということで、具体的にどういった内容のなんか作業をすることが多いですか？そうですね、なんかリモートが多いんでいろいろ揃えたんですけど、デザインすることもあるし企画の仕事とかも多いんで、ほとんどの仕事をここで完結してて、でデザインするように iMac は持ってて、それ以外の作業はこれノートとかでやったりとかするのがもうここで完結してるって感じですね。結構リモートで作業が多いということなんですけど、やっぱそれこそデスクだったりとかなんか椅子とかそういうものってなんかこうこだわってこう選んだりとか、そういうところなんかありますか？今機能的にはマジでこだわってるとこほとんどなくて椅子がもうむちゃくちゃ気に入ってて、この家来て一番最初に買ってこれ中心に部屋も考えていくみたいな感じでやってて、完璧なこの透明と形とこの赤いクッションが個人的な超気に入ってて、なんかワイングラスみたいで可愛いなと思って、仕事で長時間座るにはあんま良くないけど気に入ってるからこれで頑張ってるって感じですね。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度こちら側に少しちょっと移動していただきまして、実際にリクさんが洋服を作る制作スペースということで、洋服は定期的に制作というかなんかされたりもしてるんですか？そうですね、最近はちょっと仕事が忙しくてあんまりやってないけど、学生の時はずっと服作ってたので、その時に家でも作りたいからこういうカッティングマットの太いのとか、いわゆる服作るものは全部揃えてよく作ってましたね。こいつでとはもう学生の時からずっとこのテーブルも共にしてますね。洋服を作るってことに関しては僕ら全く素人なので、どういった工程でどういう機材を使ってなんか洋服が出来上がるのか、なんかざっくりで全然構わないんですけど。そうですね、もう、めっちゃ基本的なものしか持ってないんですけど、紙引いて型紙を作って、でその型紙に沿って、布を切ってこのミシンでつなぎ合わせるっていうのがめっちゃ簡単にそういう作業で、でこれが直線専用のミシン、直線を縫うミシンで、こっちがこういう端の処理をする、この裏側でほつれないようにこういう感じでジグザグに縫うじゃないですか。これをこうやってほつれないように縫うのが、このロックミシンっていうやつですね。この2つがあれば刺繍とかはできないけどなんとか服は作れるって感じですね。なんか実際にリクさんが制作されたなんか洋服とかってこう見せていただいたりとかってそうですね、できたりしますか？だいぶ学生の時に作ったような服とかですけど、これは2人分の洋弱を取って洋服を作るみたいなことをやってて、基本もちろん服は1人で着るものだからこれトルソー1個分で作るんですけど、これはこういう感じでトルソー2つ重ねたんですけど、これで一番ベストなサイズで作るっていう2人で着る用の洋服みたいなのを作って、で1人で着たらその分こう落ちて余るじゃないですか、服の洋弱が。でもそれはそれでまたあんま見たことないシルエットができたりとか、なんかこう面白い形の服になるんじゃないかみたいな実験で服を作るみたいなこととかを学生の時はやってましたね。ご自身で自分で作った服とかは着たりとかすることって多いんですか？この卒生の服は結構着ますね。この服とか特に結構着てますね。その流れでね、ちょっとリクさんのファッションじゃないですけど、今回はチャイナっぽい、確かにちょっと中国っぽい感じの今日は洋服だと思うんですけど、普段のファッションのこだわり
みたいなのってなかったりしますか？そうだな、結構同じ服長い間着るのが好きで、一番古いのは中学生の時から持ってる服とかずっとあってすごいですね。服飾の学生とかファッション系の仕事してる人からしたら多分僕の部屋の服って結構少ないんですけど、あんまりいろいろ買わなくて、なんか中学生の時から持ってる服とかも絶対着ない期間とか、いやもうだいぶダサいでしょみたいなことをもう思うんですけど、こうずっと思ってたらなんかたまにめっちゃかっこいいじゃんこれみたいな時が訪れるんですよ。なんかそれが結構嬉しくて、ボロボロにならない限り捨てなくて、改めて見直して、うわこれ改めて見たらかっこいいなって感じで、もう一回着るみたいなのがすごい好きですね。なるほどね。ちなみに今回の上のお洋服とかってそれはどちらの？これは、中国のブランドでムクジンっていう MUKZIN でムクジン。結構普段からこういう中国のブランドの洋服とかチェックされたりすること多いんですか？多いですね。なんか僕小中って中国で育ったんで、こういう中国の伝統的な服とかすごいなんか小学生とかよく見てて、すごい心に残ってるから、そういうのもあってなんか結構着ることが多いですね。はいはいはい。ありがとうございます。はい、ということで今回記憶的ルーム、まなみさん、りくさん、さやさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからは軽くちょっとねお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、まずこの家を選んだ決め手みたいなところからちょっとお話をお伺いしたいんですけど、どんなところが決め手で今この部屋3人で住んでらっしゃるんですか？まあ普通に綺麗だし、なんか特徴的な物件だし、まあそもそもやっぱルームシェアできる物件が全然なかったんで、はい、この限られた選択肢でこの家が見つかったっていうのははいめっちゃ嬉しかったですね。結構探したんですか？アプリとかでめっちゃ探したんですけど、はい結局不動産行ったら吉祥寺周辺で見つかったのはここだけでしたね。はいはい、なるほでもこのアイランドキッチンと家の中に階段があるっていうのを見たときにもうテンション上がりまくって、ど。いやすごいですよね。だってこれだってなりますよね。どう考えても。もうここだってなってはいはい一軒だけ内見来て決めました。ちなみに3人でシェアハウスをすることになったきっかけみたいな、それは多分僕が言い出したかなと思って、まあ、僕が前の家を出ないとって時に、東京に来ないといけないけど絶対ワンルームとか住みたくないなと思って、ちょっと誰かを連れて広い家に住みたいと思ってまなみちゃんにまずプレゼンをしたら、まんまとルームシェアやるって言ってそしたらもう一人さやちゃん連れてきてなんだかんだ3人集まったっていう感じあ、じゃです。あ最初は僕とまなみちゃんが友達で、まなみちゃんとさやちゃんがそれでじゃあ3人で住むことそうです。今まで一人暮らしとかもされてたと思うんですけど、その時とルームシェア比較して住み心地とか使い勝手とかそれぞれどうですか？なんかもう自分じゃ買わないものとか、それこそこういうプロジェクターとか、そもそもこんな一人で広い家に住めないし、圧倒的になんか生活レベルが上がったのがすごい嬉しくて、あーそうなんしだ。かも私は全然ストレスもなくて、はいはいめっちゃ快適に暮らしてます。私今まで前の一人暮らしの部屋が本当6畳の 1K みたいな狭いところだったので、はい狭いのも好きだったけどこんな広い家に住めるっていうのはなんかめちゃくちゃいいところだと、あとなんかとはいえ一人一人みんな自分の部屋があるから、こもりたい時は部屋にこもるし、二人みんなで踊り狂いたい時は音楽かけながら踊るし、みたいな感じのなんか本当にいろんな楽しみがあるのが、ルームシェアのいいところだなと思います。そうですね。僕は前までずっとなんか居候とかなんかいろんなとこ転々として、あんままともな生活してなかったんで、なんかまともな生活を始めた途端なんかすごい生活じゃなかったんで、ちょっと逆に怖さもあるけど、まあ結構でも大きい植物欲しいと思ってノリで買ってもどっかには置けるみたいな、なんか安心感がある。どっかには置けますよね。何そうね買っても快適ですね、めっちゃ。不便なこととか、特にそういったことももう家としては一切ないかな。なるほどね、ありがとうございます。じゃあ続いてこのお部屋のコンセプトどんな家ですかみたいなところをちょっとお伺いしたいんですけど、3人的にはこの家はどんな家ですか？どんな家だろう。どんな家だろうね。まあでも遊ぶのも仕事もなんか全部できる。それもここに行けば遊べる、リビングに行けば遊べるし、部屋に行けば仕事できるしみたいな、なんか自分がやりたいことによって場所が決まってるから、なんかそういう作り方を結構したかなと思いますね。なんかちょっとオフィスっぽい時もあったりする。ここでみんなで仕事してたりとか、オフィス兼
自宅プレイルームだあそうはいはいみたいな切り分ける時もあれば結構みんなで混ざってなるほどね。まあ、ちょっとインテリアにまつわるお話なんですけど、家具とかそういったものってどういったお店で買うことが多いというか、まあ、実質のものも含めてなんかお気に入りのセレクトショップとかインテリアショップとかなんかそういったところあったりしますか？最近は行ってはないんですけど SNS とかで見ててヴィンテージのショップをよく見てます。それこそパクロ横山のヒストああヒストはいはいは品川にあるなんかい。あミッドセンチュリーモダン。あですですとか結構よく見たりあーなるほどね。してます。はい。まあ僕もそういうアンティークなもの好きなんで見るけど、意外と物はあんま持ってないで、なんかここに絶対行くみたいなのはあんまないかも。なんかフラッと入って気に入ったら買うみたいなことが結構多いですね。私もフラットだから道歩いてて、あ知らないお店だけど可愛いな、はいはい。そういう発見が好き。結構インテリアとかにこだわりがある人だと割とこう共用部分とかだと揉めるじゃないですけどいやここのトーンはいやこれでしょみたいなのがなったりそうだなって思うんですけどこだわりが強いとなんか別にそういうのも特にそんななくまあちょっとある。ちょっとあるんです。そのこの置き方どうしようみたいなのとかは、いやそれは嫌みたいな感じじゃなくてどうしようかみたいな相談は、まあそのレベルのものっていう感じですね。こだわりは意外とないかもしれない、そういう意味ではこだわりはないけどいい感じにしたいよねっていう、逆になんか3人それぞれのなんか好きなものが混ざることによってなんか新しいこともたくさん知れるしみたいなところがなんかすごい面白いなと思うのでみんな許容的に好き勝手やってます。なるほどね。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思うんですが、何かあったりしますか？今フォーガっていうドレスブランドをデザイナーと一緒にやっていてちょうど今23年の SS のコレクションを作ってるところなんですけどいろいろ頑張っているところなのでぜひインスタとかフォローしてもらえたら嬉しいなと思っています。お店とかにもぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っております。はい。ブランドのインスタがあるんですか？ブランドのインスタがあって、アンダーバーフォーがアンダーバーであるので、はいぜひ見てみてください。ぜひチェックしてください。ですはい。他は特に大丈夫です。大丈夫です。そうですね。まあなんかインスタフォローしてくださいみたいな感じかな。じゃあぜひそうですね。気になる方概要欄にインスタグラム皆さん貼ってあると思うのでチェックしてみてください。出るかわかんないですけど、ここに出るかわかんないですけど、勝手に僕になりまテレす。ビってなっちゃうので。というわけで今回の狂気的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはまなみさん、りきさん、さやさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さよなら。